どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。時刻は午前6時半。今回の旅行は成田空港の第2ターミナルからスタートです。これから香港へ行きます。このチャンネル初の海外 Vlog 編です。そして何を隠そう、これが敷島の人生初の海外旅行です。さらに今回はぼっち旅行です。なんかね、せっかくだから一人で行きたかったんですよね。というわけで今回は敷島テトラの正真正銘初海外旅行の様子をお届けしようと思います。ちなみに香港は中国語と英語が通じるらしいです。敷島ですか？日本語以外全く喋れません。それでは行ってみましょう。成田空港から5時間半、香港国際空港に到着です。初の海外上陸だ。なんかちょっと感動しますね。窓から見える景色は結構山っぽい感じですね。というわけで香港国際空港に着きました。なんか入国審査とかめっちゃ大変なのかなと思ってたけど、別にそんなことはなかったです。なんかこわもてのお兄さんに30秒ぐらい目を見られて終了しました。なんかこんな感じなんだなって思いました。なんというか空港の雰囲気はあんまり日本と変わらないですね。なんか英語とかも書いてあるからあんまり困ってないです現状。とりあえず街の方に行ってみますか。空港快速みたいな、なんかそんな感じのやつに乗って空路まで移動しようと思います。行きましょう。香港は空港から市街まで距離があるので、空港エアポートエクスプレスに乗って市街地に向かいます。空路駅へは約20分。空港の周りは山だらけだったんですけど、だんだんとね、市街地に近づくにつれて景色が変わって高層マンションが増えてきましたね。空路駅に着きました。なんかすごい見慣れた店ばっかりで、あんまり海外に来たっていう感じはないですね。さっきもなんかシャトレーゼとか普通にあったしな。とりあえずなんか外に出てみたいんですけど、こっちで合ってるのかわかんないんですけど行ってみます。外に出てこれました。さっきまでいたのがこのエレメンツっていう謎の建物だったみたいですね。で、とりあえず両替をしに行きたいので、両替できるところに向かおうと思います。なんか景色が日本っぽくもありそうじゃない感じがすごいしていて、奥見えるかわかんないんですけど、奥の方にあるこのすごい細長いマンション、あれがね、なんかこう日本にはない感じがしますよね。とりあえず初海外でめっちゃビビってたんですけど、とりあえずここまでは雰囲気で行けたので良かったです。とりあえず両替を済ませたらもう2時なので宿にチェックインしちゃおうと思います。うわ、風がやばい。犬がいる。とりあえず行ってみます。チョンキンマンションというところに両替所がいっぱい集まってると聞いたので、そこへ向かおうと思います。敷島が今いるのがここで、チョンキンマンションはここなんですけど、 Google マップで見たら直でねあそこまで行けるような電車がなかったんで、歩いていこうかなと思います。3駅くらい距離ありそうなんですけど、行けるっしょ。街っぽいところに出てきました。なんかすごい左側が生い茂ってる何かが。ここら辺は人がめちゃくちゃ多いですね。というか結構暑いですね。日本の2月前とした格好で来たんですけど、全然暑い。普通に T シャツ1枚とかでもいいかもしれない。暑い。街の雰囲気についてなんですけど、なんかこうだいぶレトロな日本って感じで、そこまで違和感はないですね。ただね、店が並んでるあたりを歩くと歩道のとこまでね店の看板がぐいぐい出てて、この主張強めな感じはね確かに日本では見ないかもっていう感じですね。というわけでチョンキンマンションに到着しました。ここに両替所がいっぱいあるらしいです。チョンキンマンションの中はインドとかアフリカ系などのレストランがたくさんあったりとか、両替所だったり安宿が密集してます。もともとはね、香港内でもかなり治安が悪い場所と言われてたみたいなんですけど、最近はそうでもないみたいです。とはいえね、敷島は全てが初めてなので、さすがにちょっとビビってましたね。というか両替すらしたことないので、そもそもねそれをちゃんとできるのか不安だったっていう方が大きいかもしれません。というわけで両替完了です。英語喋れないのにいけるんか、大丈夫なんかってめちゃくちゃ不安だったんですけど、全然ねなんとかなりました。よかった。
というか入り口と違うところから出ようと思ったらなんだかすごいところに出てしまいました。中はまあまあ綺麗だったのに一本出るとこんな感じなんですね。さっきのものすごい感じの道を抜けたらこんな感じです。いや落差すごーい。香港はねなんかずっとこんな感じでしたね。綺麗な通りとかも一本入ったらあんな感じの道が当たり前にあるような感じでなんか不思議な場所でしたね。とりあえず無事に現金を入手したので敷島は無敵です。ということで次は宿に向かいましょう。ちなみに地下鉄を利用するために敷島は今回オクトパスカードというアプリを入れています。これは公共交通機関の利用はもちろんのことお店などでもね結構使える店が多くてまさに日本でいう Suica みたいな感じですね。 iPhone に入れておけば Apple Pay からチャージができるので便利です。ちなみに敷島は Apple Pay に入ってる楽天カードを使ってチャージしようとしたら不審なお支払いということで楽天カードが止まってしまって普通に積みました。ただね駅の窓口で現金を使ってチャージができるっていうことを知ってなんとか事なきを得ました。ということでワンチャイに到着です。地下鉄は路線図を見ていけば全然余裕でした。香港の駅って駅ごとにカラーがあって壁とか床にその色のタイルが使われててめっちゃ可愛いんですよね。この駅は黄緑色がテーマカラーの駅みたいですね。駅から出たところはこんな感じです。目の前をトラムが走ってますね。露店がたくさん並んでる道がありました。こういうのってあんまり日本では見ないですよね。お花とか服とか乾物とかいろんなものが雑多に売ってます。というわけで到着しました。今回の旅行でお世話になる宿です。というわけで宿に到着しました。めっちゃ狭いけど清潔って聞いてたんですけど本当にその通りでめっちゃ狭いけどすげえ清潔ですね。あとフロントの人もめっちゃ優しかったです。狭さはね本当に狭くてベッドがね多分敷島でも足伸ばして寝れるかなくらいの大きさですね。でもとりあえずねちゃんとチェックインできたということでご飯を食べに行きましょう。今日は朝から全然食べてないからお腹減りました。ちょっと外に出てみましょう。駅の方に向かう途中に市場があったのでちょっと覗いてみることにしました。果物、魚、野菜、肉などいろいろ売ってます。野菜売り場には先日の動画で食べたアスパラレタスなんかも売っててこれ本当に現地で食べられてるんだって感動しました。肉屋さんはお肉を鮮やかに見せるためか謎の紫色の電気を使っててなんだか怪しい雰囲気がしましたね。お昼はこの店で食べることにしました。なんだか外観がおしゃれで可愛いですよね。とりあえず入店してみましょう。注文はさすがに英語でやり取りをしなければあかんかと思ったんですけど QR コードからの注文方式でした。メニュー名はね全くと言っていいほど何が何だか分かんなかったんですけどところどころね写真がついてるメニューがあったんでそこから選んで注文することにしました。というわけで来ました。エビ蒸し餃子的なやつです。味はね普通にめっちゃ美味しいです。皮はもちもちだしエビはプリプリでめっちゃ美味しい。本場の食べ物の味の想像ができてなくて全部癖がある感じだったらどうしようかなってちょっと心配だったんですけどめっちゃ美味しかったです。追加のオーダーも来ました。香港はミルクティーが有名らしいのでちょっと頼んでみました。日本のと比べるとめっちゃ濃く煮出してある感じですね。若干ね渋さすら感じるくらい濃いんですけどそれはそれで結構美味しいですね。こっちのパンみたいなやつはなんかこう説明が難しいんですけど外身の部分は完全にメロンパンなんですけど中にしょっぱい感じのなんかこう角煮みたいな味がするほぐした肉が入ってましたね。甘いパンにしょっぱいものが入ってるっていう結構ユニークな組み合わせなんですけどかなりね癖になる感じで個人的にはめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと行きたい場所があったので地下鉄に乗って出かけようと思います。ということでやってきたのは千湾という駅です。地図で見るとこの辺り中心からはちょっと外れのところにあります。駅前の景色はこんな感じでおい元気寿司じゃねえか。今や日本ではほとんど見かけないけどお前こんなところにいたんだなという感じで日本ではほとんど元気をなくしている元気寿司ですがこの旅行中ね元気寿司めっちゃ見かけました。
目的地まではしばらく歩きそうなんですが、街並みを見たいなと思っていたのでちょうどいいですね。ゆっくり歩いていきましょう。というわけでやってきました。ザ・ミルズという商業施設です。一見かなり寂れ、非常に落ち着いた感じの商業施設なんですが、ここの中に敷島の行きたい場所があります。それがこちら、阪急蒸留所です。香港発のクラフトジンを主力商品に取り扱うディスティラリーさんの直営店です。今回ね、お客さんが敷島だけだったからなのか、めちゃめちゃ丁寧に紹介してくれて、2024年に北海道に蒸留所を作ったこととか、あとは今はジンとかリキュールだけじゃなくてウイスキーも作ってる最中だっていう風に言ってましたね。で、多分敷島がちゃんと聞き取れてればですけど、一番初めのウイスキーは2028年に出来上がるっていうことを言ってたような気がします。本当にお店の方がすごい親切にしてくれて、香港の美味しい料理とか、敷島が泊まってる宿の周辺の美味しいバーとかを教えてくれたりしました。帰りにはね、駅まで出てる無料のバスあるからこれ乗ってきなよって言って、バスの乗り場も教えてくれて、めっちゃ親切にしてもらいました。敷島はここでお土産用と自分用に何本かお酒を買って帰りました。地下鉄に乗って都市部まで戻ってきました。もう外はすっかり夜ですね。どうせやることもないんでね、ここからこんな感じで散歩をしようかなと思ってます。食べ物の屋台が出ているタイプのナイトマーケットに行き当たりました。この辺は歩くのが大変なくらいものすごい賑わってますね。ラインナップはご飯系から甘いものまで何でもありました。トルココーヒーの屋台とかもあって、なんだかね、すごく雑多な感じで見てて楽しかったですね。敷島は何を買おうか迷いすぎた挙句、結局何も買わないという一番最悪な選択肢を取ってしまいました。一体敷島は何をしているんだ。駅までやってきました。ここから地下鉄に乗って敷島の宿があるワンチャイの隣駅、コーズウェイベイという駅まで移動しようと思います。今日だけで一体何回電車に乗ってるんだろう。コーズウェイベイに到着です。電車の中で Google マップを見ていたら良さげなお店があったので、そこに行くことにしました。ということでやってきました。カフェマッチボックスです。入り口に卓球台があるのがなんかいいですね。早速入店してみましょう。このお店も内装がめちゃめちゃレトロで可愛い。歩き疲れたので早速アイスレモンティーを注文しました。敷島が座ってるこの席もめちゃくちゃ可愛いんですけど、さらにね、見てほしいのがこちら。隣の席との仕切りの部分がバスの窓みたいになってるんですよ。これはね、めちゃめちゃ可愛い。そんなこんなでいろいろ見とれていたら注文していたお料理が届きました。またもやね、商品名が全く読めなかったんですけど、写真があったのでこちらを注文しました。これ美味しかったですね。簡単に言うと、具がたくさん入ってるあんかけご飯みたいな感じなんですけど、カリカリの豚肉とか野菜とか椎茸とか厚揚げ豆腐とかが入ってて、具だくさんでね、めちゃくちゃ美味しかったです。味はね、優しい感じで非常に食べやすい感じだったんですけど、しっかりね、ボリュームがあってめちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。泊まっているホテルの隣に2時までやってるバーがあったので、帰りに2杯だけ飲んで帰りました。店内はね、ものすごく賑わってましたね。敷島はモヒートとジントニックを飲んだんですけど、疲れてたのがね、すぐ酔っ払っちゃったので退店。帰って即就寝しました。おはようございます。今はね、朝の6時10分です。まだ外は全然暗いけど、目の前にやってるお店とかもありますね。香港の人は朝が早いとかそういう感じなのかな。普通にセブンイレブンもやってますね。今日はこれから朝ごはんを食べに行きます。川に龍に村って書いて何て読むか分かんないんですけど、すごいね、山あいのね、すごい奥の方の村に行って
ご飯を食べようと思います。なのでまずは駅で地下鉄に乗って行けるとこまで行ってからバスっていう感じになりますね。それじゃあ行ってみましょう。ここら辺駅前なんですけど、昨日ね帰る時にこの辺でタクシーとバイクが接触事故を起こしてクソ揉めてましたね。何やら山奥の村にお店があるということで気になって行ってみることにしました。村までは昨日お酒を買いに行った千湾の駅からさらにねバスを乗っていかないといけないそうです。敷島はね今までの人生でのバスの失敗率が非常に高いのでめちゃくちゃ心配です。降りれました。マジで緊張した。次はどこどことか言ってくれないから本当に自分でタイミング読んで停車ボタンを押すしかなかったから、ちょっと緊張しすぎて若干吐きそうになってしまった。というわけで着きました。多分ここから歩いていけるはずなので行ってみましょう。それにしても本当山の中って感じですね。お店はこの階段を降りていくみたいです。あまりにもね静かすぎてここら辺に本当にお店があるのか不安になります。というわけで目当てのお店に着きました。さっきのねバスでの緊張をめちゃくちゃ引きずってたのもあってお店の内装などの動画を思いっきり撮り忘れてますね。ここは店内に並べられているお料理から好きなものを取ってきて食べるっていうスタイルのお店でした。最後にお店の人が食べ終わったお皿を見て金額を計算してくれます。敷島はとりあえずその時あったものを適当に取ってきたんですけど、シューマイとなんかクソでかい肉まんのようなものを食べました。シューマイはねもちろんシューマイ味みたいな感じなんですけど、このねクソデカ肉まん的なやつが面白くて、普通の肉まんに入ってるあん以外に豚肉の塊だったりなんか甘いソーセージみたいなのとかうずらの卵とかいろいろなものがね入っててすごく面白かったです。ただねこのでかい肉まんを選んでしまったせいでめちゃくちゃ腹パンになってしまって他のものを全く食べられなくなってしまいました。愚かだ。早起きしてご飯食べたら死ぬほど眠くなってしまったので一旦宿に帰って寝ます。ちょっとねさすがに睡眠が足りなさすぎました。おやすみなさい。というわけでこちらの動画は後半に続きます。